しょうか。はい、じゃあ、始めます。この講義もいよいよ今日が第5回目最終回という、ことなんですけれども、ちょっと今この回線の、状況が不安定ということで、もしかしたら途中でなんか落ちちゃうというか止まっちゃう、かもしれないということですので、その場合はですね、このユニットのツイッターの方からちょっとお知らせを流して、2、30分ちょっとお時間をいただいて、再開と、場合によってはそういうふうになるかもしれませんので、その場合はまたツイッターで情報をご覧ください。ということでですね、過去2回ぐらい、3回目の後半とそれから4回目、前回は私自身の自己観といいますか、私がいろいろ出てくるのでもう僕としておきますけど、僕の考えである我々としての自己のお話をしてきました。でいろいろ概念的な、岩登り山登りをしてたんですが、今日もちょっとだけその我々のとしての自己の話を残りのものをした後で、今度はその帰結というか、そこから一気にドーンとどういう光景が広がるのか見えてくるのかと、そういうお話をさせていただきます。ちょっと最初のこのスライドはその復習も兼ねてですけれども、この我々としての自己というのは一言で言うと委ねのシステムだということで、現に存在しているはずのこの生存系というものを純粋異常者として見たらこういうのが出来上がるという、そういうふうなお話をしました。じゃあこの生存系と純粋異常者の間のこのプラスですよね、この足し算というか、それはどうやって成り立つのかと言い換えると、この生存系はいかにして純粋異常化されるのかという、今日はそこについてちょっとお話をすることから始めたいと思います。でそれはここに書いてあることで非常に種も仕掛けもございませんですが、割と単純なんですけど、まずですね、この私、漢字ですよね。個人的な自己としての私がやっぱりこの自分の行為を支えてくれている生存系という非常に大きなネットワークの存在にまず気づいて、でそのネットワーク生存系システムを純粋異常者としてこの漢字の私が見なすと同時に自分のことを非異常者と見なす、この漢字の私の気づきと見なしという、これ自身ある種の心理的な操作ですよね。によってこの生存系が委ねのシステムとなると。でそれは言い換えると我々としての自己が委ねのシステムとして生まれて、個人的自己であった漢字の私がその異常者性を生存系にいわば譲り渡すことでひらがなの我々を構成する一エージェントとしてのひらがなの私になるという、こういうふうなストーリーです。要するにこの私が物の見方を変える、生存系の見方を変えることによって我々とこのひらがなの私が同時に生まれるということであります。今も言ったことですけど、このようにして私と我々ひらがなですよね、常に同時に生まれるということであります。それを一方から言うとですね、気づいたり見なしたりするようなエージェントとしてのひらがなの私なしに我々っていうのは存在し得ないと。で一方なしは他方、このひらがなの私はあくまで我々の一エージェントとしてのみ存在すると。したがって我々なしに私は存在し得ないと。で通常の個人的な自己ですよね。僕らは普通にそういう自己感を持っているとして、この漢字の私にとってこの漢字の我々というのは着たり脱いだりすることができる着脱可能な服みたいな衣装のようなものと言えるかもしれません。この漢字の私は時と場合によってさまざまな我々に属する家族だったり職場関係だったり、フットボールのチームだったりさまざまな我々に属したり属さなかったりしますが、最終的に家に帰ってですね、全部この衣装を脱いだらどの我々にも属さないいわば裸の私でいることあることも、少なくとも原因的には可能でしょう。一方この我々の一エージェントとしてのひらがなの私もまた、時と場合によってはさまざまな我々に属し得ます。我々いろいろ交代することが可能です。後で見ますけれども、
どの我々にも属さないこの裸足の私になることは実は不可能と。ここがやっぱりこの漢字とひらがなの私の大きな違いということであります。このふうに見てくると、このひらがなの私と我々はお互いがお互いからいわば逃げることができない、相互に不可到達的な、そういう関係にあるんだというふうに言えると思います。じゃあこの我々というのはなんかある種の社会的な存在みたいなものか。生存系を何々とみなして我々ができましたっていうわけですよね。人間があるものを何かとみなすという、そういう行為というか見方の転換に依存している。で例えば社会的存在で大体そうですよね。なんか石ころとか貝殻とかを、貨幣、なんか交換価値を持つものとして見なすことで貨幣が成立します。その点両方とも似てるんですね。でも社会的な存在というのはまさにこの社会的な存在という名前が示しているように、一人で見なしてもこれ貨幣にならないですね。僕がなんかどっかの貝殻拾ってきてこれ貨幣だっつったって誰も相手にしてくれなければそれは貨幣として成立しません。やっぱり多くの人、多数の人、社会システムがそれを貨幣として見なしてくれなければ貨幣という社会的な存在は成立しません。同じようなことは狭い意味での共同行為としての我々については言えます。共同行為をするフットボールのチームでも相手のチームを入れた人たちでもいいですけれども、やっぱり同じような我々というのをみなしの共有ということがなければ、少なくとも我々としてのひらがなの我々としての共同行為は成立しませんが、例えば自転車に乗るというそういった狭い意味での単独行為では別に他がどう思うか関係ないですよね。そういう意味でここでの我々というのは社会的な存在にもなりうる。でもありうるけれどもそうでもないということで、必ずしも社会的な存在とは言えない、脱社会的な存在、超社会的な存在と言えるかもしれません。でこの後の何枚かのスライドはこの生存系を純粋異常者として見なすっていうのはどういうことかっていうのをもう少し詳しく説明をしているものなんですが、もうちょっと詳しい説明はいたしません。ちょっと飛ばしていきますけれども、このちょっと左側の上に書いてある生存系、いろんなシステムですね。交通システム、コンピューターシステム、行政システム、いろんなシステムがあります。そのシステムというのは少なくとも見かけ上はそのシステムの中に登場するさまざまなエージェント、物たち人たちを統御して全体としてコントロールしてある一定の役割を振り分けつつ一つに束ねて委ねてる、そういう機能を持つというふうに考えられています。この統御、束ねる、そういった機能をここでは純粋異常というふうに見なす、読み替える、そういうことによって生存系が同時に純粋異常者にもなって委ねのシステムが成立する、そういうふうな仕組みであります。でなんかこれ非常に神秘的なスピリチュアルなことが起こっているようにも聞こえるかもしれませんが、もちろんそういった彩りをここに持たせることは十分可能なんですけれども、必ずしもそんな彩りを持たせる必要はありません。例えば我々いろんな大きなシステムですよね。例えば司法システム、ジュディカルシステムっていうのを制度っていうのを考えて、その我々の権利がそれによって守られているとか、例えば大きな自然のシステム、大自然みたいなのを考えてそれに抱かれるみたいな、そういう言葉を使ったり感覚を持ったりします。でこの場合さまざまなシステム、自然とか司法制度にある種の見かけの投御機能っていうのがあると。でその見かけの投御機能を具体的なメカニズムを写生したいわば純粋保護ですね、純粋に守るとか純粋に抱きしめる、純粋包容として見なすということは我々いろんなところで暗黙裏に行って今それをここでやるだけの話であります。はい、ここももう飛ばしますけれども、そういろんなものに我々アフォードされている、支持されている、助けられてるんだけど、この助けというのを純粋以上に対する受諾だというふうに読み替える。いろいろ我々を助けてくれているいろんなもの、アフォードしてくれるものの背後に純粋異常者としてのシステムを想定する、こういうような概念操作っていうかものの見方の転換をすればいいということであります。
で、こうやって、生存系を純粋異常者化することによって、委ねのシステムとしての我々が生まれるわけですよね。でもこういうシステムを導入しようがしまいが、まず差し当たってはその現実の物理的な世界に何も変わりません。これで地球のスピードが逆転公転のスピードが速くなるとか、石がどっかで転がっていくとか、そういうことは全くないので、こういう我々を導入しようがしまいが物理的世界には何の変更も起きません。でそういう場合、哲学には存在論的節約主義っていうのがあって、そんな何も変化を溶かさないと。だから物理的な世界とか実際を説明するときにあまり何も役も果たしてないようなものはもう入れるなと。存在論の地図から消してしまえという、そういうふうな主張がしばしばなされます。それ、オッカムという、こういう節約主義者がいたんですけれども、彼のカミソリでもう削ってしまえと。そういうふうな主張がしばしばなされます。でも話をそういう物理的な世界とか物理的な出来事に限れば、我々っていうのは余分な余剰物ですけれども、これから見ていくように倫理とかさまざまな我々の性の在り方、我々の生き様、それがやっぱりこの我々を入れるかどうかによって私は少なからぬ仕方で変わってくるというふうに考えています。そういった意味で我々というのはオッカムのカミソリでは容易に切り落とせない存在じゃないかというふうに思っています。さあ、以上見てきました。もう繰り返す必要もないかもしれませんけれども、この我々としての自己というのはこの我々を構成する一エージェントであるひらがなの私によって純粋異常者視された、純粋異常者として見られた生存系としての委ねのシステムだということになります。はい、我々としての自己はそういうものですので、じゃあここからどういう例えば倫理の話が出てくるか、いよいよこの帰結の第一倫理のお話をしていきましょう。我々としての自己の倫理ということですね。でまずその倫理の話をする場合にですね、その自己について良いとか悪いとかっていうことを語ることは可能か考えてみましょう。世の中には良いとか悪いということが、そういった語りをすることが有意味な言葉とか概念があります。良い行為、悪い行為、良い人、悪い人、場合によっては善玉コレステロールとか悪玉コレステロールとかありますよね。一方でそれについて良いとか悪いとかっていうことを語ることがそもそも意味をなさない無意味なような概念とか言葉もあります。例えば原子とか図形、三角形、いい三角形とか悪い三角形って言ったら何の意味を言ってみてくれるか分かんないわけですよね。色とかいろんなものは没、価値語、価値中立的な概念であります。じゃあ自己、セルフはどうかということですが、それはセルフによる、自己による。自己に関していろんな考え方があるっていうのを以前申しましたけれども、例えばそのある種の自己感を取った場合、例えばストローソンが言うような非常にミニマムなセルフ、瞬間的にしか存在しないような自己、それは多分あんまりですね、良いも悪いもへったくれもないというふうに思われます。そういったような自己はある種の没価値的な概念だろうと思います。ところがここで今お話をしているこの我々というのは自己とは何かというと、これは純粋異常者という非常に特殊なミニマムな存在ですけれども、やはりこれは行為者であります。すべての行為は We do X というふうにも書けるという話をしました。だから行為というのは価値語、良い行為、悪い行為があります。ということはもう良い行為を行う我々が良い我々で、悪い行為を行う我々が悪い我々ということで、ここでの我々としての自己は良い悪いについて語ることが意味をなす価値語、価値概念だということになります。じゃあ良い自己とは何か、良い行為とは何かですよね。この2つ常にカップルになっているわけですけれども、一つのこの問いに答えるやり方としては、まず行為、良い行為、悪い行為決めて、そこから良い自己、悪い自己に行きましょうっていうやり方も当然あるでしょう。でも以下ではちょっと逆の道をたどってみることにします。まず良い自己、悪い自己とは何か、良い我々、悪い我々とは何かを確定見定めた上で、そこから良い行為とは何かっていうのを、悪い行為とは何かっていうのを見ていくという、こういう道筋をたどります。つまり自己から行為へ、こういう説明をしていくということですね。
じゃあ良い我々とは何か、我々の良さとは何か、以下でお話しすること、3つの条件、3つのポイントをこれからお話をしていきます。一つはこの良さ悪さ決める重要なファクター、要因は我々の大きさです。我々の大きさとは何か、この後お話をします。で、簡単に言えば、より大きな我々がより良い我々というふうになります。2番目。我々には様々なエージェントが含まれました。ひらがなの私もいますよね。このエージェントが互いをちゃんと仲間、フェローとして扱っているのが良い我々。フェローとして扱わない、仲間として扱わないような、そういったことが成り立ってしまっている我々が悪い我々となります。それから3つ目。我々っていうのはやっぱり限りがあるわけですね。その外側があります。その外にいる人、我々じゃない、外部の人、それ外者と呼ぶとすると、この関係、やっぱりこの我々は外にいるものもやっぱりフェロー、仲間として扱わないといけない。この3つの条件を満たしたものが良い我々だ。そういうお話をしていきます。まずは最初のこの大きさの話ですよね。ではその我々の大きさとは何かということですが、その前にまずもう一度この我々とはどういうものかというふうに、もう一度見ていきますけれども、これまで繰り返し言ってるように、この我々というのは身体行為の純粋乗者としての行為者ですよね。We do の We ですよね。委ねのシステムです。じゃあこの委ねのシステムというのは行為とは独立に存在して、行為がしてないなんかボケーっとしてる間でも存在し続けているのかっていうと、そうではないですよね。任意の身体行為には常にその背後周辺には一定の委ねのシステムが伴っていますが、行為が終わったら委ねのシステムも同時になくなります。以前もちょっとお話ししましたけれども、我々は行為とともに生まれて行為とともに去る。行為の間になんか休んでいる我々が存在しているわけではないということであります。行為と我々はこういった意味で存在に関して一対一対応している。これを両方の矢印で書くことにします。で、行為というのは時間空間的に限られた数分か数時間か何日間かいろいろあるでしょうけれども、出来事、ハプニング、イベントでした。そういう意味でこの我々としての自己も出来事、そういった出来事的な自己観、これまでさまざまな哲学者が提出していると見てきましたけれども、この我々としての自己も一つの出来事ということになります。じゃあこの行為と我々両方とも出来事の間にこういうある種の一対一関係が成り立っています。そこから結局我々の大小とこの行為の大小がリンクしているということが言える。行為が多ければ、その由来のシステムである我々も大きい。行為が小さければ我々も小さい。こういうことですよね。じゃあどういう場合にこの行為の間にこの大小関係が成立するのかと。物の間、物体の間の大小関係では割と簡単に成立しますよね。体積とか重さとか見ればいいんですけど、でもそれ以外のものの間にこの大小関係が成立する、なかなか難しいんですよね。ちゃんとある程度きっちり条件が成り立ってくれてないと大小関係が成立するとはなかなか言えません。で、行為のケースもこうです。そうです。割ときっちりとある一定の条件が整ったケースにおいてのみ行為の間の大小関係というのを設定することは可能でしょう。どういう条件か、この真ん中の下の方に書いています。ある行為が別の行為を目的とする。別の行為の実現とかそれをやり遂げる完遂することを目的としてある行為がなされる。そういうケースもありますよね。これから見ていきますけど。その場合、この目指されている行為がこの目指している行為を部分として含む全体行為で、この目指している行為の目的になっている。だから全体と部分、目的と手段、こういう関係が成り立っている場合、この全体の行為が大きい、部分の行為が小さい、初めてそういう関係が言える。つまりそれとリンクさせて言うと、全体の行為の行為者としての我々と部分行為の行為者としての我々があった時に初めて両者の間に大小関係が設定できるということになります。できないケースも多いんですよね。とすると少なくともこの第一の意味ではこの良さは語れませんので、そういったできない、例えば無目的の行為とか
ぼんやりとやるような行為っていうのは実は没価値的な良いとか悪いとかない行為、そういうふうに言えるだろうと思います。はい、じゃあこの具体的にですね、全体と部分どういうふうな例があるかということですけど、以前その我々としての行為とか我々の話をするときに異常の行為者性の異常な話をするときに自転車に乗るという話をしました。自転車に乗るんですよね。もう何の無目的にただ乗りたいから乗るみたいな、子供が乗って喜んでるみたいなケースも当然あるでしょう。でも多くの場合は例えば自転車に乗って通学するとか通勤する皆さんもされてると思います。とするとこの自転車に乗るというのはそれだけ単独のやられてる行為というよりかは、例えば一日の仕事学校に行って勉強する、最近はちょっとコロナで大学は閉まってますけれども、そうやって一日の仕事があってその通勤、行きと帰り、これが自転車に当たるわけですよね。自転車に乗ってる何のためかっていうと、一日の要するに仕事する、しなきゃ仕事はいけない、授業を受けなきゃいけないようなことがあって、その一日の仕事を果たすというより大きな全体行為があって、自転車に乗るっていうのは通学通勤というそのいわば一部分、手段ということになります。じゃあ一日の仕事、これなんかやっぱりもうちょっと長いスパンの仕事を普通やってますよね。何ヶ月間とか、大学だと4年間とか、そういう大きななんか仕事があって、4年間で大学を卒業するとか、単位を取るとか、我々なんか仕事をするとかっていう形でやってます。で、一日のこの仕事、通学通勤というのはやっぱり大きなこういった何年か単位場合によってはの仕事の、をやるということの一部、それを目指している。大学を卒業するとか勉強するというのを目指しているわけですよね。そういう形でこういう行為全体部分、目的、手段、どんどん入れ子構造で大きくどんどんしていこうと思えばできる。我々常にこんなことを考えてるわけじゃないんですけど、ちょっとよく立ち止まってまさに考えてみたらどんどん広がっていくということが可能です。どこまで行くのかと。とするとやっぱり職業人生なんか何十年か働いてこういうことを成し遂げたいと思ってたら、この1年間というのはそのうちの一部ということになるでしょう。でも我々職業人生だけではないですね。別に職業をするために生きてるわけではないから、もっとたくさんいろんなことがあるでしょう。子供と育てるとか、家族と時間を過ごすとか、いろんなことが当然あると思います。とするとこの個人の行動を多分一番スパンを長く取ったら、生まれてから死ぬまで簡単に言えば。つまり人生を生きる、人生を全うするという、数十年ぐらいに及ぶ行為があって、自転車乗りっていうのはそのうちの一部だ。こういう形でどんどん大小関係が出てきます。で、さらにどんどんこれ広がって別の方に広げていくこともできますよね。職業人生、私この大学で働いています。組織のこの教育研究なんちゃらかんちゃらやってるわけですよね。そういったことにすると、この大学100年以上いろんな人がそういった仕事に関わってきました。これからも関わってくるでしょう。何か共同体、企業、何でもいいです。組織があったら、その組織をちゃんと回していく、しっかりと運営していくっていう場合によっては、100年以上にわたるようなある種の大きな行為があって、もうたくさんの人が参加している行為があって、私の行為はそのごく一部だということになります。さらにその組織の外側には社会があって、社会をうまく回していく、良くしていく、維持発展させていくっていう形で行為はどんどん広がっていくでしょう。とすると、ここでまたこの我々は脱個人化されますよね。すでにこの我々最初から委ねのシステムと言ってる段階で脱個人化、私から我々になっちゃってるんですけれども、ここである意味では第二次の脱個人化が起こっていて、結局この我々ないしは我々と一対一対応している行為というのは、場合によってはこのカタカナの私の漢字の私のですね、個人的人生を超えて広がっていくっていう。だから我々私の人生もさらにその前後に広がって何百年、場合によっては何千年も広がりうる存在。私の自己はこの個人の人生より長い大きい可能性もあるというわけであります。じゃあどんどん広げていきましょう。もうえいやーって感じでどこまで行くんだと。このなんかね、日本の国を何とかするとか、世界のなんかのために頑張るぞとか、どんどん行ってですね、例えば全人類の全行為なんかありますよね。人類いつから存在したのか分かりませんけれども、いつ絶滅するか分かりませんが、全人類の全行為っていうのは当然あるはずで、それを一つの行為として見ましょう。全人類行為。
まあ名前がないの人類するみたいな。こんな人類するなんて変な行為について考えたやつも変な哲学者もいて、例えばサルトルはですね、我々人類は個人個人が生きてずっと頑張って行為をすることによってそれを全部集めて最終的にはヒューマニティ、ユマニテ、人間性が定義されているんだと。ただ全人類の行為というのはその中にはひどいのもあればいいのもあるわけですけれども、全部合わせてヒューマニティ、人間性を定義する巨大な共同行為だというふうにサルトルは言いました。例えばそういったサルトル的な意味での人類するっていう行為はあるでしょう。で例えば今人新世という言葉が語られていて、人間はこうやっていろいろなんかやって環境破壊とかいろいろしてます。いろんな動物が絶滅に追いやられている。その結果としてこの地球表面上に僕らが生きてた時のなんか痕跡が地層に残って、この地層が人新世と呼ばれるというふうに考えたら、結局人類というのは一生懸命なあちこちこちやって、最終的にはこの人新世的な地質的撹乱を引き起こす。こういう意図せざるかどうかは別として、ある種の共同行為に従事しているというふうにも考えることができるかもしれない。これむちゃくちゃでっかい行為ですよね。さらにもうその上に人類よりも大きな生態系するみたいな、そういうふうなですね、地球全体の、生命全体の行為、バクテリアとかも入りますから、この行為ちょっと意味広げないといけないわけですけれども、それを一つの行為として見たときに、むちゃくちゃでっかいある種の全体目的行為っていうのができます。そうやって広げていこうと思えば、どんどんこの自転車に乗るというところから広がっていくのがこの行為の構造です。でこれまで割と単線的に見ていきましたけれども、いろんな形で複線的、分岐的にも広がっていきますよということですが、これはもう細かいことですので、飛ばします。とにかくちっちゃな行為でもいろいろ見たら、いろんな行為の中にこの、含まれている入れ子構造的に構造が逆に言うと広がっていくということであります。でそうすると、これどんどん広がっていって、人類するとか生態系するみたいなとんでもないところまで行くんですけど、さらにどっか広がっていくかもしれませんよね。もっと宇宙生命みたいなそんなことを視野に入れたら、どんどん広がっていくことも少なくとも考えることは可能です。じゃあこういう広がりというのは上限があるのか、それとも無限にザーッと広がってもうなんかどこまでも行っちゃってるのかと、それ僕に聞かれてもわからないし、誰もそれわからないわけですけれども、とりあえず仮定として何か上限があるとしましょう。この上限はまさに最大可能行為ということですよね。なんかわかりませんので、要するにでっかい一番最大のものがある。でもちろん我々さっきから言ってるように、こんな最大行為になるものがあるかどうか分かりませんし、あったとしてもそれがどんなものかちょっと想像もつきませんが、一つだけ確かです。それはこの最大行為、もしもそれが存在したとしたら、それは全ての行為、この世の中のあらゆる行為の究極目標になっている。最大っていうのはそういうことですよね。そういうふうな行為、少なくとも仮定想定することは可能です。でこの、ちょっと1枚抜けてしまいましたね。ここでもう1枚入るところでしたから、あそこちょっと口だけで言いますけれども、じゃあ今この最大行為というのは、ここで書いてある全ての行為の究極の目的なんですよね。究極目的。なんかそれってそんなやつ他にも少なくとも一人いたような気がすると。全ての行為の究極の目的って、究極の善っていうのは例えばそういうような性質を持ってるかもしれない。善に関していろんな考え方あるでしょう。でも一つの考え方を取ると、全ての行為の究極の目的、それが善だというふうに、言うことも可能かもしれません。今もしもそういうふうにすると、この2つバチンと一緒になっちゃう。これがこの間に入る、スライドで書いてあったことなんですけれども、すなわち最大行為というのは全ての行為の究極の目的で、それイコール最高善だ。こういうふうに考えてみましょう。最大行為まで行ったら善と結びつくということであります。とするとここですよね。じゃあその最大にいいことというのは、要するに最大の行為ないしは最大の自己、最大の我々を実現することということになります。
言い方を変えると、最も良い自己というのは最大の我々ということになります。ただし、そんなものが存在するかどうか、一体どんなようなものか我々想像もつきません。一応、そういうふうに定義はできるけど、これあんまり実質的な意味がない定義かもしれません。でもこれはその最大とか最上という話をしたからそうなんであって、そこから比較級に話を落とせばもう少し実質的な意味が出てくるというふうに私は考えています。つまり比較級的な善というのは何かというと、もう最大とかじゃなくて、より大きくすること、より大きな行為、より大きな自己を実現すること、これが良いこと、比較級的に良いことだということになります。言い方を変えると、行為そして自己をより大きくすること、これが良いこと。より良い自己というのはより大きな我々だということであります。これより実質的な定義でしょう。もう少し具体的に落としていくと、じゃあこのより大きな行為自己を実現するというのはどういうことかというと、別の言い方をすると、こういった行為自己を一歩ずつでもより大きくしていくことですね。じゃあどのように行為すれば自己や行為が大きくなるのか。一つの言い方、簡単な言い方をすると、その一つの行為を行う自転車に乗るという、一つの行為であっても、常により大きな見通し、より広い見通しのもとで行為しましょう。刹那的な行為よりもやっぱり一日の観点から見る。それよりもより長い目で見た方がいい。人生全体を視野に置いたり、自分の人生を超えた視野から見ていく。個人だけじゃなくて共同体、国家でも国家で閉じてはダメで、より国際社会、人間でも閉じてはダメという形で、どんどん観点を広げていく。これが良い行為だということになります。ちなみに私がかなり刹那的に行為をしてですね、後先考えずに仕事を引き受けてひどい目になってますので、こういうことを自分で言っててなかなか辛いんですけど、少なくとも努力目標っていうか、定義上こういうふうに言えるっていう話であります。皆さんができてる、私ができてるっていうわけではないということですね。で、逆に言うとですね、じゃあ悪い我々とは何か、これまた逆ですよね。つまり自己を大きくしないこと、自己の拡大を止めちゃうこと。つまり自己の境界、どっかあったとしたらそれを固定して、その内部に閉じこもること。そういった意味で自己を閉ざすこと。で、話が非常に抽象的なんですが、私世界のいろんなところで行って、要するにそれはメキシコ国境に壁を築くことって言ってみたら、ああそうか分かったっつってくれるので、その点に関して非常に分かりやすい例を提供してくれている点に関してトランプさんには常々感謝しているということですが、要するに悪い我々っていうのはこういった意味で簡単に言うと、閉ざされた我々、良い我々は開かれた我々ということになります。とすると、開かれてる、開けというのは前にもちょっとお話をしました。この我々としての自己むちゃくちゃ広いんですけど、やっぱりどっかに境界があって、でも境界を我々原理的に確定することができない。これ境界の開けというふうに言いました。こういう意味でもこの我々というのは開けている、全体論的なんですが、2番目の意味、単に境界が不確定だけではなくて、我々それを常に広げていかなきゃいけない、こういう道徳的要請を持っていると。こういった2番目の意味でも我々としての自己は開けているないしは開けたものであるべきだ、こういうふうに言えると思います。じゃあ2番目の話、フェローの話に今度は持ってきますね。でもう一回我々戻ります。この前回この我々性とは何をこの者たちを我々にしているのか。広い意味でのこの我々性というのは、行為者性を委ねられていること、委ねられてあることというお話をしました。つまり我々を構成するエージェント、いろんな人がいるんですけれども、これは共に委ねられている、共に委ねられてある存在。言い方を変えると、エージェントは互いに共非異常者、コーエントラスティという関係にある。でここ重要なのは、このエージェントの間にはこの委ねという重要なポイントに関して上下関係存在しない。委ねる人、委ねられる人というその階層、ヒエラルキーというのは存在しないということで、要するにフラットな、基本的に平等的な関係にあると、平等な関係にあるということ。
もう一つやっぱりこれは意識するかどうかにかかわらず、ちょっと邪魔をしてやろうなんて思ってるやつがいるにもかかわらず、結果として一つの行為をサポート、アフォード、支えている、そういうエージェント間同士でありました。つまり広い意味での協調関係が成り立っている。ということは、このエージェントの間の関係というのは、一つは非階層的平等性があるということと、それから協調関係がベーシックに成り立っている。この2つの関係を持っているものっていうのは、要するに我々が仲間と呼んでいるもの、フェローシップと呼んでいるものがそういうものであります。つまり原理的にこの我々の中にはフェローシップが成り立っているということです。ということは、でも現実の我々には例えば責任重い、軽いありますよね。組織に行けば社長とかなんか平社員とかいろんなことはやっぱりそういう階層関係が成り立っています。でもそういった階層関係は一方ではあるんだけれども、いや実はこの我々のグループっていうのはひらがなの我々だというふうにみんなが意識することによって、つまり漢字の我々をひらがなの我々へ、漢字の私をひらがなの私へと転換することで、現実に存在しているこのヒエラルキーとか責任の傾聴さはある程度緩和中和されるし、されるべきだというふうに私は考えています。頭を切り替えてひらがなになることによって、そういう社会の階層関係をちょっとでもやっぱり緩める、緩和する、そういう効果、これアナーキズム効果と呼んでおきますけれども、そういった効果があるんじゃないかと私は考えています。とすると、良い我々の第二条件も出てきますよね。この我々の間のエージェントの基調関係はフェローシップですから、要するに我々はお互いをお互いフェローとして仲間として扱うべきだ。つまりなるべくいろんなそういう階層関係あるかもしれないけれども、やはり平等に、そして協調するような仕方で人間関係を作るべきだということになります。とすると、このエージェントの間のこのフェローシップ、これどのぐらい成立しているのか、どの程度成立しているのか、我々によってやっぱ様々ですよね。でもこのフェローシップがより完全に成立している我々、これがより良い我々で、そういったものがやっぱりあまり成立していない我々、その上下関係がやっぱきつすぎるような我々、これは悪い我々ということになります。さらに言えば、もうフェローシップがもう全然なくて、もうこれ以上もう言ったらもうフェローなんて言えないような仕方、なんかある種の主人と奴隷みたいな関係が成り立っていたら、これはもう悪い我々とも言えるかもしれませんが、厳密に言うともう我々ではない。我々関係はもう潰れちゃったということですので、それは偽物の我々というふうに呼ばれるべきかもしれません。そういう組織があったら、それは偽物の我々だということになろうかと思います。さあ、ここまで来るともう3つ目の条件はすぐもう出てきます。我々広いんですけれども、やっぱり外部がいるんですよね。でその外部にはいろんな人もいるかもしれませんし、いろんな別の動物生物もいるかもしれません。外部の人はやっぱりいます。じゃあさっきの話はこの我々内部でどういう態度を取るべきだったという話ですけれども、じゃあ我々は外に対してどういう態度を取るべきか、これも当然問題になり得ます。で外の人っていうのはこれ第一の条件ありましたよね。我々どんどん大きくしなきゃいけない。今は外にいるんだけれども、そのうちいつの日かはやっぱり我々の中に入ってもらう。これは我々に課せられた道徳的な第一の責務でありました。だから外にいる人っていうのは実は中に入ってくるエージェントのいわば候補者、ウェイティングリストに載ってる、可能な潜在的なコエージェントとして扱われるべきということになります。じゃあこの我々のエージェントっていうのはやっぱりフェロー、仲間として扱うべきだということになると、この今は外にいる人も可能な潜在的なフェローとしてちゃんと扱いましょう。仲間として扱う、ちゃんと平等に扱いましょう。それから協調的な態度をできるだけ取りましょうということになります。なので外に広げていくのが道徳的責務でしたけれども、それを例えばこういうフェローシップを侵害するような仕方、一方的になんか制圧したり抑圧したり侵略したり征服するような形で我々を拡張してはならない。そういった我々は悪い我々だということになります。はい。
そういうふうに見てきて、この3つの条件、なかなかハードル高いんですけれども、それぞれの仕方で満たしたのが良い我々、その中には程度、より良い我々とかより悪い我々もありますよということです。じゃあこの我々の中にさっきからなんか道徳的責任つってますけど、誰が果たすのかということですよね。この我々の中にはいろんな人間もいますし、いろんな道具、自転車もあるし、動物もいるし、自然環境もある。その中で当然道徳的な責任を持つのは、いわばモラルっていうのがそのものにとって意味のある存在、いわゆるモーラルエージェントのみです。広い意味で言ってやっぱり人間のみということになるでしょう。もちろん将来 AI とかロボットがモーラルエージェントになり得る可能性は十分あると思いますけれども、じゃあこのモーラルエージェント、たくさんあるけれども、やっぱり動物とかですね、自然物はなんか道徳的責任当然持たないわけですけど、やっぱり人間は原則的に持ちうるし、持たざるを得ないというふうに私は考えます。じゃあこの道徳責任はどこまで広がるのか。やっぱり我々を構成する全てのモーラルエージェントに及ぶ。だからやっぱりそこは逃げられない。場合によっては連帯責任というのが発生する。これ道徳的責任がある場所に極在か極所化できないという意味で、道徳的責任の帯域性、グローバリティというふうに呼んでおきましょう。で、どういう責任かというと、一言で言うと、自分たちが属している我々をより良いものにする責任を、モラルエージェントたちは分け持っているということになります。ただし、この悪い意味での連帯責任も全部みんな同じ責任を負ってしまうのか、そういうことはありえない。やっぱりこの問題となっている行為に対する、ある種の近さ、遠さ、因果的な影響力の大小に応じたその責任の軽い、重い、軽重の差、こういう重み付け、ウェイティングというのは存在する。だから全員のそれらの全てのモラルエージェントが一様に同じ道徳的連帯責任を負うわけではない。帯域的だけれども重みがつけられている、重い軽いの違いはやっぱり明確にありますよ。私はそういうふうに考えています。じゃあ最後にですね、これまで見てきたことをちょっと具体例に即して見ていきましょう。例えばある種の犯罪、殺人ですよね。これはほとんどのケース、殺人は悪いこと、それあるんで決まってるといえば決まってるんですけれども、これまで見てきたこの我々の良さという、観点から殺人は悪いとしたらなぜどのような意味で悪いのか、そして責任はどういうふうな形で帯域的に広がっているのかということをちょっと最後に見ていきたいと思います。まずですね、殺人行為、やっぱり加害者と被害者がいるわけですよね。じゃあこの2人が我々やっぱりなのか。でこれは先ほど言った意味に即して言うと、ここには我々なんて絶対存在しない。フェローシップがやっぱり殺されちゃってるわけですから、もう完全に決定的に潰れて毀損されています。ここには我々は一切存在しません。あったとしても、そんなあるなんて言われたとしても、それは偽物の我々にしか過ぎない。悪い我々すら存在しないということです。でも一方でこの殺人というのはやっぱり二重の意味で悪い行為で、これはやっぱりかなり厳しい話なんですけれども、こういう殺人であったとしてもやっぱりそこには行為である以上委ねのシステムっていうのが成立してしまっています。で場合によっては全然関係のない、僕たちもそこから逃げることはできないかもしれません。そういった我々の観点から言えば、これはさっきの第三の要請からダメですよね。外にいる人、この人、外にいる被害者っていうのは我々の中に入ってませんから外にいるんですけれども、やっぱり外にいる人もちゃんとフェローとして扱わなきゃいけない。それはもう殺人なんてありえないわけですから、この第三の点から言ってこの殺人をしてしまった委ねのシステムは悪いシステムであります。やっぱりこの委ねのシステムをどんどん広げていかなきゃいけないんだけれども、広げる対象を抹消してしまってどうするんだ。拡張可能性をもう摘み取ってしまっている。そういった意味で第一の意味から言っても、この我々は残念ながら当然悪い我々であります。ですね。だからこの委ねのシステム、成立してしまっているんですけれども、それはやはり悪い我々だと言わざるを得ない。
そしてさっきの道徳的責任の帯域性から言うと、この悪い我々を出退させてしまった責任というのは、このシステムの中にいる全ての人間にやっぱり及ぶというふうに言わざるを得ない。でもやっぱり責任は圧倒的に重み付けられるべきであって、通常はですね、当然この加害者が圧倒的に重い責任を負う。我々は責任があると言っても、それはその加害者に比べてははるかに軽いものではありますが、やっぱり責任から逃げられないということです。じゃあ我々そこにもしかして入ってしまっていたらどういうふうに考えるべきなのか。例えば隣町で起こった殺人に対して僕らが責任あると言われたら、それどういう意味なのかということですけれども、やっぱりこの犯罪というのはしばしば言われるように無数の要因がいろんな形で噛み合っていると。もちろん加害者にも大きな責任はありますけれども、そこだけには解消できないさまざまな要因がある。例えば貧困であるとか、過去のやっぱり経験であるとか教育であるとか、そういったものがいろいろあったのかもしれません。つまりそういう無数のたくさんの要因が複雑な仕方で絡み合っていて何か起こっちゃった。これ、自然災害と似てますよね。例えば地震とか台風みたいなものはそういうふうなところがあるかもしれません。そういうふうな見方をすると、この犯罪殺人というのは一種の社会的な災害、ソーシャルディザスターというふうに見なされるかもしれません。とすると自然災害と同じ、やっぱり時々起こってしまう。でも我々としては何をすべきなのか。やっぱり二度と起こらないように、防災をするとか減災をするということをやっぱり我々するある種の義務がある。でこの社会的な災害に関しても同じでありまして、私は直接この、加害者と同じような責任は負いませんけど、やっぱりこういった殺人犯罪が二度と起こらない、ないしはなるべく起こらないようにするためにやっぱり社会を再デザインするやっぱり道徳的責任というのは負ってると言わざるを得ないんじゃないか。もちろんそれは人によって立場によっていろいろでしょう。為政者政治家は非常に大きな責任を負われてるかもしれませんし、我々例えば有権者はやっぱりある種の政治判断政治行動によって、そういうことを考えていかなきゃいけないという、それ人によっても立場によってもまたいろいろであります。こうやってこの倫理の話を見てきましたが、もうそろそろ3時に近づいてる2時45分を回っておりますので、次大体何が出てくるか皆さんもお察しがついておられるかもしれませんが、ありえないはずの次回予告であります。本来でしたらこの第5回でですね、大団円ということで、終わりということでありがとうございましたというふうに言うべきところですが、やっぱり話はまだ残っておりまして、やっぱりアフターコロナパンデミックの話はこの授業でやっぱり、しなければいけない、それがまるまる残っております。でそれから一つこの対話としての、事故でしたっけ、の話も、残っていました。それからいろいろこの過去4回5回の、講義でいろんなご質問をいただいてます。なかなかお答えできない、全部お答えることはできないかもしれませんが、そういったことに対する Q&A セッションも来週もう少し時間を取れればというふうに考えております。ということで一応最後まで行ったんですね。今日はね途切れずに行ったということですので、非常に皆さんにも申し訳ありませんし、スタッフの方にも申し訳ありませんし、私にも自分にも申し訳ないんですけれども、第6回といいますか、これは本当の最後の最終回にしたいと思いますけれども、ちょうど1週間後、同じ曜日土曜日の同じ時間帯2時から3時ということで、本当の最終回を来週、したいと思います。じゃあ今日はここまでということで、あと残りの時間また質問をちょっと見させていただきたいと思います。はい、これからしましょう。毎回後ろの美しいコートが気になりますということですがですね、あれはですね、実はインドの服でありまして、インドで買ったんじゃなくてシンガポールのインド街みたいなところで買って、時々着てたんですが、やっぱり京都であれを着てると割と変な目で見られたりするので、一応最近はここに置いておりますが、時々着てですね、またコーナーへうろついてみたいなと思っております。インドの服です。はい、そうですね。さあどうしましょう。
はい、最大可能行為が無目的あるいは自己目的であるという考え方も、そうですよね。結局最大ということはその上にもう一個でかいのがもうないということですから、少なくともそれは別の行為を目的にしてないということだと思います。だからまさにこのお書きのように、一つの解釈はこれは無目的ですよということかもしれませんし、ないしは自己目的的と。要するに自分自身を実現する、そういう行為をすることがまさに目的となっている、そういうふうに言えるというふうに思います。はい。で、そうですね、全ての行為の究極の目的が最上級の善になるのが、なんでここで善が出てくるのかという。これやっぱりある種のジャンプといえばジャンプです。善に関しては先ほども言いましたようにいろんな定義は可能です。ただ別の定義をすればここでこの最大の自己とは結びつかない。あくまでこの善というのを全ての行為の目的だというふうに捉える、考える、定義したら、その限りにおいてこの2つのものがくっつくということであります。だからいや善はそうじゃないよという人にとってはあそこはこううまく2つはくっつかないというふうになろうかと思います。で、はい、で英語のどうするかということですよね。日本語の場合はこのひらがなと漢字という形でなんとか区別してるんですけれども、英語の場合どうやってやるか、私クォーテーションマークを使っています。どっちがどっちだか今忘れたんですけれども、シングルクォーテーションマークとダブルクォーテーションマークを区別して、I のシングルクォーテーションマークと I のダブルクォーテーションマーク、それから We のシングルクォーテーションマークとWe のダブルクォーテーションマークという形で、単なるエージェントと自己を区別するようにしています。はい。そうですね。そうですね。例えば、こういう何かに委ねたいような社会、権威主義的な社会ではこういった我々的な戦略っていうのはむしろ有害になるんじゃないか。もちろんこの我々としての自己とかいろんな哲学の、考えというのはいろんな形で使われてきました。場合によっては悪用されたり善用されたりということもあるかと思います。でこの権威主義的ということでいうと、これフェローシップにも関わりますけれども、ここでの我々っていうのは基本的にフェローシップが基調となるような我々ということになります。だからなるべくその間にあるこのヒエラルキーとか権威主義的な関係というのは少なければ少ないほどいいというのがここでの我々の考えです。だから権威主義的な世界があって、社会、例えば組織があって、それがこの我々でございというような言い方をされていたら、我々としてはそれは違う。ここでの我々というのは基本的にフラットな我々、社会的な上下関係というのをなるべく緩和、中和することが我々だ、そういうふうに、言う、ないしは言うべきだろうと思います。で権威主義的な、社会、いろんな権威主義的な社会、日本にもいろんなところにあります。こういった我々を、ところに社会にこういう我々な概念を持っていくことで、できれば私としてはそういった権威主義的なハイアラーキーっていうのが授業中でも言ったような仕方で中和化緩和化される、そういう行為効果を期待したいというふうに思っています。まだちょっと時間あるんです。はい、死刑制度はどういうふうに考えるかということですよね。これも死刑制度をどういうふうに考えるか非常に大きな問題でありますが、この我々としての自己から死刑制度についてどうなるのか、ぜひどなたかにレポートかなんか論文を書いていただければいいなと思うんですけれども、私の基本的な考えでいうと死刑制度はこういう考え方というとむしろ悪いことだというふうになります。我々常に大きくしないといけない。そういうふうな道徳的な要請といいますか責務を負っていました。先ほど殺人犯罪のケースで言って犯罪なぜ悪いのか、将来はやっぱり我々のメンバーになりうるなってくれる可能性のある人をやっぱりものを抹消してしまっている、これが殺人の悪いこの我々の観点から言った一つの理由でありました。そういう意味で死刑制度っていうのはやっぱり同じようなことがもしかしたら言えるかもしれません。
ぱりある種の悔い改めっていうのはもしかしたら起こるかもしれない。そのことによってこの我々のメンバーフェローとして迎えられることが可能な、そういった可能性を封じるということにもなりかねない。こういうふうに考えると、この我々の自己からすれば死刑制度はあんまり良くないというふうに言えるかもしれません。でもまたちょっと別の理屈を考えたら、やっぱり死刑制度やむなしという、そういった考えも出てくるかもしれません。ぜひ皆さんでいろいろお考えをいただきたいというふうに思います。でコロナ禍の全体経済と個人の生命、狭い我々と全体の我々の利害が一致せずに善も悪もボーダーレス、どこで線引きするかという、これが倫理学の役割でしょうかということです。このコロナパンデミックの状況とこの我々を重ねて考えるっていうのは、実は次回ですね、歩行でお話をしたいというふうに思います。実は案外このコロナパンデミックでこの我々としての自己に我々は実は直面しつつあるんじゃないか、直面してるんじゃないか、そういうふうに私は考えています。でそれから我々をどんどん大きくしていくっていう話をしました。大きくしていけばいくほど、いわば基本的にはやっぱり共通の利益っていうのを探してそれに奉仕していくっていうことになります。じゃあ具体的に例えば今は敵対している者同士の共通の利益は何か、これなかなかやっぱり見つけることは簡単ではない。その場その場で考えなきゃいけない。倫理学の問題かもしれませんが、もっと具体的なその場その場のやっぱり社会世間の知恵知識、そういったものを動員して考えていかなきゃいけないということになるかと思います。でそれが生態系に広げていけば、これはやっぱりもっとややこしいかもしれません。その生態系の中にやっぱり食われるの関係があって、肉食動物は、なんか他の動物はやっぱり食べないと生きてはいけない。でも食べられる方はそれは食べるのが嫌ですから、さこらさっさ一生懸命逃げてる。この間の関係をどういうふうに調停するのか、それも簡単ではありません。一つの答えはやっぱり生態系を全体として維持するっていう方向でしょうけれども、それを具体的な局面に落としていった時に、やっぱり目の前の命どうやって救うのか、ある意味では自然の手に委ねてしまうのか、これやっぱりすごく難しい判断が狭まれる。ここでお話ししているのはあくまで原理的な大枠であって、これを具体的な個別の現場に起こしていった時には、やっぱり個別のその場での難しい判断とか、さまざまな実践的な知識ですね、プルーデンスというのが求められるというふうに考えています。一概にはやっぱ答えが言えない。でも大きな方向性は示すことができるんじゃないかというふうに考えています。まだ時間が。今こうやって私もこういう教団の時計の、あれを見てるんですけど、はい、はい、より大きな我々が感染防止のために自粛を求めるとき、この私は経済史を甘んじて受け入れるしかないのかと、これまさに今大きな問題ですよね。感染防止、それからこの経済活動の両立っていうのは非常に難しい、判断を、政治家もいろんなところで我々も迫られているわけであります。このことに関しては、次回ちょっとお話を、することになるかと思いますけれども、やっぱり基本的にどれだけ大きな我々という観点で考えるかということですけれども、それは一概にじゃあ命が優先で、やっぱり経済史やむなしとか、やっぱり経済が優先である程度のその、感染というのはやむなしと、そういったあんまり一概にはやっぱり言えない。その場その場でやはり考えていかざるを得ないという、これも原理的には大きなことを考えましょうということは変わりませんけれども、個々の判断はやっぱりなかなか一概には言えない難しいところがあるということであります。で、そうですよね。例えばさまざまなその具体的な殺人事件があります。例えばレイシャルクライムということで、そのある種の民族差別に動機づけられた、モチベートされたようなものもありますし、ここにちょっと書かれてますある種のその障害者をいわば抹消するみたいな、そういった動機でなされた殺人もありました。でそれまさにある意味では今日お話をした我々にある一定程度の大域的なグローバルなやっぱ責任が及ぶ、そういった事例であるというふうに私は考えています。それはたとえ海の向こうの遠くの国の出来事、ブラックライブズマターズ
の話であったり、この日本の遠くの出来事であったとしても、やっぱり我々はそういったことが二度と起こらないような仕方で社会を再デザインする、やっぱり道徳的な責務からは逃れられないというふうに考えています。はい、こんなもんでしょうか。まだですか。はい、ちょうど3時ということですね。はい、ということで、ちょっとびっくりの歩行ですけれども、また来週本当の最後の最終回ということで、よろしくお願いいたします。今日はここまでです。ご苦労様でした。